はるかのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はい。今日はですね、私が最近見たドラマについてちょっとお話ししたいんですけど、ちょっとね、シリアスな回になれると思います、今日は。はい。最近見たのはね、ネットフリックスのドラマのザ・デイズっていうドラマなんですけど、多分もう見た方いっぱいいると思うんですよ。あの、11年、12年前に起こった、その東日本大震災の原発事故を、題材にしている、ドキュメンタリー風のドラマですね。うん。そう。なんか地震が起きて、その原発の問題が発生して、解決まではいかないけど、ちょっと事態が安定するまでの150時間とかかなの、なんていうの、記録みたいな感じ。そう。なんかこれはね、凄まじいドラマだった。なんか最近、なんかここ何年かで見たドラマで一番衝撃的というか、いいドラマだったと思います。はい。なんていうの、面白かったって言い方すると変なんだけど、でもすごく面白いドラマで興味深いドラマだったなと思います。はい。日本の評価はめちゃくちゃ高いんですよ。そのドラマに対して。なんか日本人としてこれは見なきゃいけないドラマだなとか。だから緊張感がもうビシビシ伝わってきて、こっちまで緊張しちゃったとか。あとは、なんか今までは全然知らなくて、なんか一方的にね、その当時にいた職員とか政府を一方的に責めてた、批判してたけど、このドラマを見たら考えが変わって、結構、感謝の気持ちで溢れましたとか、そういうなんか、このドラマを見てかなり考えさせられた人が多かったようなんですよね。で、海外だっても結構評価されているドラマっぽいんだけど、結構単調なんだよ。単調で、単調っていうのはなんていうの、なんかあんまりそのドラマチックな演出はそんなにない。例えばなんか映画とかドラマとかによくあるような、なんか感情的になってなんか叫んだりとか、何かが爆発して火がボーンってなったりとか、なんかすごいアクシデントが来たりとか、泣けるシーンがいっぱいあるとか、そういうなんていうの、その起伏はあんまないんだよ。なんかね、すっごい日本人っぽいドラマっていう感じ。うん。なんかそれぐらいリアルなんだよね。なんかこう、出てくる人たちって、メインはその当時に、その原発事故が起こった時にいた職員たちが、まあ、一番のメインの登場人物。で、主人公がそこにいた所長、一番偉い人、吉田さんっていう所長が、一番、なんていうの、主人公っていうか、その人を視点にして、あの、物語が広がっていくっていう感じなんだけど。と、あと、本社、東京電力の本社の人たち、社長たちと、あとは、政府。その時の首相の、菅さんとか、政府の人たち。この3つの拠点がメインなんだよね。で、描かれていくんですけど、その現場にいた東電の職員とか、あと自衛隊の人たちとか、あと、東京にいる東電本社、本店ってドラマの中で言われてるんですけど、本店の人たちと政府って、出てくる人ほとんどおじさんなのよね。本当に。マジでみんなおじさんなのよ。50歳、60歳とか、40、50、60ぐらいのおじさんたちがいっぱいいて。もう作業員たちなのよ、みんな。そう。だから、なんかこう、すごい感情的に怒ったりするシーンはあんまりないんだよ。もちろんなんか声を大きくして「やめろ!」とか「なんとかしろ!」っていうシーンはもちろんあるんだけど、なんか例えば何かのトラブルが起こったとしても、なんか普通のドラマとか映画だったら「やばい、なんとかしなきゃ、やばいやばい!」みたいな感じでパニックになると思うんですけど、今回のその「ザ・デイズ」のドラマの場合だと、なんか何かが起こっても「はあ、どうしよう」
やばいな、どうするかみたいな感じであんまりこう、まあそれが逆に私はリアルだと思ったんだけど、なんか日本人っぽい対応の方法っていうか、なんかこう顔の表情となんか声の震えとかですごい皆さん多分演技されていて、まあ逆に私はそれがすごいリアルというか、本当にこういう現場だったんだろうなっていう。みんなが緊張してて、みんなが冷静になろう冷静になろうって考えながら、でも心の中ではパニックで家に帰りたいし死にたくないみたいな気持ちがこうなんかこう伝わってくるんだよね。なんかそれがすごいねリアルだったなって思いました。うん。まあ、この「ザ・デイズってドラマ見た方どう思いましたか？ぜひね見た方コメントで教えてほしいんですけど、まあね、まあ当時のことを思い出すとね、私は高校生だったからあんまりそんなに、まあ、覚えてないというか、なんかまあ、例えばそのテレビでねずっと生放送でその福島の原発についてずっとなんかカメラとかニュースでずっと放送してたんだけど、まあ、その当時はなんか何がどうなってんのみたいな。え、放射能みたいな。被爆するみたいな。みたいな。そんなのって広島のとか長崎の話じゃないぐらいな。今のこの時代にまたそんなことが起こってるのっていう。信じられない。でも東京は大丈夫じゃねみたいな気持ち。はい。その当時はね、もう日本はダメだって言って、外国人の人が海外に、まあ、帰ったり逃げたり、あと日本人でも関西とか九州の方に逃げる人もたくさんいて、なんか私も、みたいな。ちょっと大丈夫かなみたいな感じだったんだよね。うん。で、そのまま事態が落ち着いて、で、その後はその東京電力と政府がすごい批判されて、責任を取れって言って、多分何兆円っていう賠償金を請求されてるんだよね。そう。まあ本当これはね、まだまだ全然解決してないんですけど、そう。で、すごい批判されたんだよね、政府とか。その東京電力がね。いや、まあ確かにね、責任はある。もちろん、そりゃそう。なんか、津波が来ることを想定して、なんでもっと対策してなかったんだとか、なんか自分たちが作ったその原子力発電なのに、なんか何が起こってるのかわからないみたいなことが多すぎて、どうなってんだよっていう気持ちは、そりゃ国民はみんな思ってた。で、政府もなんか本当の情報を早く伝えてほしいとか、なんかもっと早く対策しとけよみたいなことをすごいバッシングされたんだよね。で、結局政府ではその民主党の菅さんがその総理だったんだけど、変わって今もう自民党になってるわけなんだよね。そう。まあなんだけどね、なんかそのザ・デイズを見てる限りだと、まあわかんないけどドラマだからね。まあ冷静に考えると、じゃあその菅さんじゃない人が総理になってたら解決してたって言われたら、って感じになる。うん。そう。まあ、確かに菅さんがやったことは、まあすごい良かった行動だとは思えないけど、なんかこなんか一生懸命国民のことを考えて最大限のことを行動してたんだろうなっていうのはドラマを見てちょっと伝わったし、じゃあ今の自民党が代わりに当時総理やってたら解決してたのかって言われたら無理じゃねって思ったりするし、まあ、東京電力もねもちろん責任はあると思うんだけど、あの時あの場で職員さんたちがもう命を懸けて働いてなかったら私たちはここで幸せに暮らしてないし確実にね、まあ、皆さんも楽しい日本旅行なんて絶対来れてなかったと思うんだよね。うん、なんかそう考えたらもう感謝するしかなくないかなってちょっと思いました。まあ責任があるのはもちろんそう。福島の人たちとか事故で亡くなった方とかその当時もう死ぬ気で作業した職員さんたちへのなんか責任っていうのはもちろん国と東京電力っていう会社はあると思うんだけど、なんか一般市民としてなんか東京に住んでる私としては感謝だなっていう気持ちでしたね。
見終わった後ね。いや、本当にすごい。なんかもう、本当になんか、俺たちは死ぬんだなっていう気持ちで作業してんのよ。その、東京電力と、自衛隊の人たちって。もう、俺たちはこのまま死ぬんだ。でも死んでもいいから、その、日本を守れ、みたいな気持ちで、こう、やってるその人たちを見て、なんか、いやー、すごいなって思ったね。であとね、役者もね、すごい人たちしか出てないの。もう本当に演技が超上手い人たちしか出てないから、それもすごかったね。もう演技力高すぎて、本当に自分がその場にいるような気持ちになりました。うん。まあね、この原発の話は結構もう難しくて、私はね、もう本当に全然知識がないので、何も意見はできませんけど、原発がこれから必要なのか必要じゃないのか、いろんな意見がありすぎてどっちが本当か分かんないんだけどね、ない方がいいよねっては思う。原発はもちろんない方がいいと思う。なんかこう今回のそのドラマを見て、その原子力って人間が手を出してはいけない物質なんだなって改めて思いましたね。チェルノブイリもそうだし、原爆もそうだし、核兵器もそうだし、なんか人間が手を出してはいけない領域だなってすごい思ったから、まあ原子力発電所はもう世界からなくなった方が私はいいなともちろん思うんだけども、でも私たちが使うエネルギーをじゃあどうやって作るかって言われると、今のところその原子力っていうのが一番なんかこう環境にも良くて、なんかその安いというか、たくさん作れるエネルギーとして使われてるわけなんだよね。本当詳しくは私は分かんないんだけど、だからぜひね、この日本がこういう事故が起こってこういう事態になったので、ぜひ日本がなんか率先してね、そのエネルギー開発をしていただけたらなと、一般市民の私は思います。なんか日本がその原子力というか、その電気を作るエネルギーを作るという部門で活躍してくれたらいいなってすごい思いました。ということでちょっと熱く語っちゃいましたけれども、とにかくいいドラマだったので、ぜひ皆さん見てみてください。はい。じゃあ今日は私が最近見たドラマについてでした。はい、今日話した話、またトランスクリプトを作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。あと Twitter、Instagram、YouTube、こちらのフォローもお願いいたします。はい。ね、夏ですけれども、もうないね。なんかまたゲームライブとかしたいなとか思ったり思わなかったりしています。お楽しみに。はい。あとはシャドーイングコースと会話レッスンの新しい生徒さんも募集しておりますので、はい、お待ちしております。はい。JLPT が終わって皆さんお疲れ様でした。次はね12月になりますけれども、とりあえず一回ちょっと休んで一回リラックスしてからまた勉強を再開していただければと思います。夏休みみんな楽しんでください。私は特にありませんけれども、はい。ということでまた次回、さようなら。